はディズニープラス、原で配信中のドラマ、将軍のネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。原作通り関ヶ原も石堂との決着もなし、大阪城炎上もなし。キャラがみんな好きすぎてずっと泣いてたわら。でも今日の回はなんだか最終回というよりどこか後日談っぽかったかな。関ヶ原があの映像と語りだけなのはもったいなかった気もするけど、かといって友情の回いらないって人もいるけど絶対いるし。でも原作自体が関ヶ原前までなんだっけ？じゃあしょうがないか。原作なぞるのはここまでにしてシーズン2関ヶ原編やろうや。出陣、やむなし。このドラマ見てから意識せずとも、ふーとか鼻息というかため息みたいなのしちゃうようになってしまった。字幕の刷り込みパワーだ。わかるわら。浅野信重の反応に影響される。いまいちだったな。原作に忠実だとしても安心サイドの話ももう少しなんとかならんかったのかね。虎長が安心を生かさず殺さずの理由がわからなかったわ。あと最後は富士山多めで可愛くてよかった。8話がピークだったな。いろんな伏線を巻いてきたけど、それらをうまくまとめたっていうよりはまとめようがなくて、史実へ強引に置きに行ったって印象しか受けなかったてかこの10話だと、外人は満足しない気がするがどうなんだ？小説もこういう終わりなのかね。てかこの10話だと、外人は満足しない気がするがどうなんだ？小説もこういう終わりなのかね。まあ、全体通して、良いシーンいっぱいあったし、好きなドラマだけど。そして、第10話もいい場面あったし、悪いとは思わないんだけど、最後に大満足でしたってほどじゃなかったな。この虎長の作に説得力がないように思うからなのかな？その先の史実の展開知ってるから俺らには消化不良感はあるよな。戦国時代、こんな人間がいましたが、どう思うかは自分で判断してね。ってタイプのドラマは、公用上リスキーだが逆に燃える視聴者や評論家も多いと思う。将軍はそれをやった挑戦的なドラマだが、その完成度の高さから高い評価を受けると思う。感動を呼ぶ読み聞かせを期待していた観客には受けが悪いと思うが、個人的に、策略面で脚本に無理がある、安心の掘り下げ不足、ドンパチがなさすぎるで、観作には到底ならず佳作止まりだな。面白かったし特に映像面で大河ドラマよりはよほど良かったけど。というか、最後の最後で、契約によるカタルシスがいまいちって感じかな。8話、9話は今までと繋がってるという感じもあって、強く心を揺さぶられたんだけど、10話がどうもな。第8話が良かったのは、今までのエピソードの回収力もすごかったんだよな。文太郎&マリコの話、カトリックと遊女に隣同士にするとか、叱責ばかりしていた名が稼働始めて褒めるとか、うまいなぁと思った。第10話は、正直、なんじゃこりゃって、少なからず思った。原作をもっと改変して、安心を掘り下げて、謀略をもっと説得力のあるものにして、大阪の陣を含めた第2シーズンまでやってたら神シリーズになってたにもったいない。原作にこだわりすぎて、10話で収めるために駆け足にしたのがもったいない。第9話までの感じでいけば、俺の中でも神ドラマになってたけどなんか、第10話のブレてる感じと納得力の低さが、そこまでの評価にならなかったな。俺の中でだけどね。センチメンタルな情緒とは無縁の、戦国時代の修羅の世界、をリアルに書いていたな。これは視聴者の感情をあえて突き放した挑戦的なドラマだよ。その潔さには感銘した。人間ドラマとしての完成度は非常に高いと思った。庶民感覚には一切こびないドラマ。これは一歩間違うと大バッシングになるが、このドラマは見事に乗り切った気がする。それどころか、視聴者の期待を上回る新鮮さを感じさせたのではないかな。原作知ってる人や大人な終わり方が好きな人は評価するだろうけど知らずにクライマックスの合戦期待してた大半の人からしたら壮大な肩透かし食らった形だから評価は割れるだろうな。バトルがなさすぎ。関ヶ原は絶対に必要なシーンだし、バトルもっとあるかと思ったな。9話でマリコ様の護衛の鎧武者が、敵2人を切り殺したシーンが日本の時代劇のチャンバラ的な所作で一番好きだ。関ヶ原全部は無理でももうちょっと書いて欲しかった。大規模な戦いは解説でも何でもいいから石堂が切腹するシーン欲しかった。いやはや。ゴースト・オブ・ツシマとかで合戦やるだろ。これはそれを楽しむ作品ではない。まあ将軍当てたから合戦シーンある時代劇もそのうち作られるだろう。シーズン2というかマーベルシリーズみたいな感じで日本時代劇ブランド作っちゃえよ真田2期。今がチャンスだぜ。
この一流美術チームに幕末日本を再現してほしいわ。日本でロケすれば物価も人件費も激安だからカナダの5分の1ぐらいの値段でセット建てられるだろうし。虎長計画通り宣言会でよかったな。やはり、藤、マリコもさらっとまとめたし浅野忠信は最後までよかった。最後まで見るとやはり頑張れ。ってなるな。最終話みたいにもっと安心の内面とか他人とのやりとり見たかったな。常にマリコと押して会話してたし、友情の苦しみに1は使うより安心の苦しみに1は使って欲しかった。他人とのやりとりは日本語できないんだから通訳は必要だから仕方ないでしょ。終盤に自分の言葉と意思で話せるようになったことで、本当の侍、虎長の家臣、ということを表現していてよかったと思ったよ。落ち葉がマリコの死が決定だとなって石堂に愛想を尽かして関ヶ原に会えちよ。軍の本体が加わらないという結果まで見越しての好転はいくらなんでも無理筋すぎるよな。そもそも石堂がマリコを殺すところまで読むなんて不可能し、そこから落ち葉が石堂を見限るまで見越すのも不可能。面白かったけど、脚本に説得力がなかったな。なんか、マリコ様だけでよくね？っていうか、義弟をアジロ引き入れたのも、キリシタンを分裂させようとしたのも安心の大砲も、どこにも策に関わってこなかったな。面白かったけどこれ全部計画通りはちょっと無理すぎんか。義弟の佐伯神達は敵のままだったな。お銀が先行1本分の会話で、軍勢が押し寄せてるのに伝が気づかないわけないやろって言ってたよね。本当に気づいてなかったのかそこも含めて策を練ってたのか。海外の人ってそもそも日本人みたいに合戦に期待してるのかな。球界が評価高かったのはマリコ様は置いといて海外の人たちが好きな忍者出てきたからかなとは思ったけど広松が犠牲になって、藪重と安心を大阪に送り込む必要あったんかな。藪重は広松の死を見て虎長の降伏の決意を信じて石堂側につくことに決めた。その藪重を大阪に送り込まないとマリコ暗殺の手引き係がいなくなる。藪重がいるから石堂も忍者隊に襲撃させて暗殺できた。あれ見てると、別に藪重いなくても、忍者くらい入り込めそうなもんだがなと思ったんだよな。虎長は先の先を読んで計略を図ってるのだろうが、すべての予想が不確定要素が多すぎて、実際にその通りにことが運ぶのは脚本に無理がありすぎだ。石堂が忍者部隊を差し向けてくるなんてどうやって予想できようか？石堂はマリコの切腹を座視する可能性もあったし、そもそもマリコの死にそこまで落ち葉や大老どもが同情的になるのも不確定すぎるし、石堂が忍者部隊を差し向けない可能性もあったしで。マリコ殿は落ち葉の方の幼馴染だからきっと話をつけてくれると虎長様は確信していた。もっともあの状況だとマリコ様に全ベットするしかなかったけど虎長様は、不確定要素が多すぎるって言われてるけどいくら賢かろうがそういう大博打打てるやつじゃないと天下統一なんてできないだろ。虎長様って人生2周目だろ落ち葉の虎長への憎しみはすごいんだからマリコの死くらいで落ち葉が虎長と密通するのもおかしな話だし、大老の結束が乱れるのも変。華麗だかな。のホックに対して風名を吹きて、花は花なる。のシーンで心境変化の説明はあったよ。必要もないのに自分で船を沈めて無実の領民を殺す極悪人が太平の容器作りそう語りねえ。自分で安心の船沈めておいて、犯人探しとか言って村人殺しまくって、安心を試すとか最終話になってまで何やってんだよ。虎長は、意味がわかんねえよ。何が太平の世じゃ。とかね。鉄頭鉄尾全くブレずに虎長でよくなかった？わずかに人間らしい一面見せたの8話のわずかな時間だけで計りごとが着物着て歩いてるのがこのドラマの虎長ってキャラの描き方だったでしょ。目的のためなら広末を切腹させ、マリコをも死なせるのが虎長という男。自演で船燃やして漁村の連中殺すとか朝飯前。虎長のクズ感はでも戦国時代生き延びた器がある武将感あってよかったよ。個人的に落ち葉の方よりの文を読んで、俺の天下だ的に込み上げてくる嬉しい笑みをバレないように我慢する真田広之の演技いいな。マリコがああなった後、藪重の精神状態がおかしくなったのも、なんか違和感あるな。藪重って、もっと、生死に対してクールだと思うしマリコ殿とそんなに深い関係でもないと思うんだけど、殺すつもりないのに死なせたとしても、あの辺はまんまユダなのかなって思ったよ。詳しくないからなんとなく感じただけだけれど、
今回の視点はマリコの死がみんなにどう影響したかって面から見ると藪重も他の皆と同じかむしろ皆以上にショックを受けてるように見せておいてその後の他の面々の悲しみ超えてない諸々の決意系のエンドエピソードに対して、全く悲壮感のないあがきもしない藪重のエンドエピソードって対比だろうね。死に魅了された藪重にとっては切腹なんて一番つまらない死に方なんだから、最後は担当で虎長に切りかかって一緒に崖落ちて死のうとか思わなかったんかね。虎長と藪重を二人きりにするのよく虎長は了解して家臣が止めなかったなわら。だからせめて遺体を野ざらしにして犬に食わしてくれ。って死なんだろう本当は大砲で粉々にして欲しかったのにわら。藪重はあっぱれな最後だと思う。影の主役だ。長門の死を、犬に食われるよりマシだ、って言ってたのに、自分が犬に食われる方はマシなくらいな最後を迎えたのはなんとも皮肉が効いてるね。子供のように思ってる大海が出世していくかもしれんから虎長が頂点の世の中で。死人に先々の話をして何とする。第1話で、藪重が虎長のことを大海に言ったセリフだが、今回、虎長が解釈するときに藪重に言ったセリフと同じなんだよな。これが、網代村のスパイが実は大青だったというオチに繋がったら面白いなとも思ったがそんなことはなかったぜ。安心は、教会とか祖国の都合とか現地のしきたりとか戦争とかに翻弄され、かろうじて生きている。もうボロボロだ。SHOGUN は、こんな世界をどうすることもできない、人間の愚かさ、を切々と書いている。こういう問題をうまく書いたドラマは、通常、高評価になる。安心の切腹も、マリコ様の受け売りだし賞賛あるにしても、やっぱ狂ってるよなわら。まさかの文太郎エンドわらわらわら。真のヒロインは文太郎でござった。マリコ様が死んだ後の藤はさらに尊く見えたな。最後藤様が全部持っていったな。藤様の影響でメリケンドラマにもAsian Beauty じゃなくて、Asian Cutie が増えるとええな。藤殿は日本人が好きそうなキャラだが外国人にもファンがおるのかな。マリコ殿のキャラがいわゆる、欧米人の好きなアジア人女性、だよね。これでメロメロになってたみたいやで。制作者は藤様の登場シーンの長さがエピソードの評価に直結すると分かっていたようだ。俳優のオーラは、それくらい作品を支配する。メリケンに星もエカが人気だな。華奢だけど芯が強くて清楚なキャラって欧米女にはいないからな。藤様の演技はなんか身振り手振りも海外の影響下にないというか、日本的な可愛さというか愛嬌あって、この重苦しい作品の中で悲しいテーマを背負いながら本当に癒し的な存在だったな。完全懲悪でも主人公側が善人っていう過剰演出もなく久しぶりにいいドラマだったわ。藤様は最後まで女らしくてけなげだが強さも見せていて男が好きな。特に日本人やウィーブが好きなタイプの女で可愛かったな。フェミや戦闘的ポリコレ女性が嫌いそうなキャラ。インスタとか見ると元の役者は正反対な感じだけど。藤の表情は素晴らしいな。何かわからんが締めてくれた気がする。いやーよかった。藤さん愛をしすぎて涙ちょちょぎれたわ。しかし、皆演技素晴らしいのに日本のドラマだと大根に見えるのはなぜ？藤様と安心の仮面夫婦の関係は実に見応えがあった。名誉やら肉体やら様々な、しがらみ、に縛られた生物としての人間の儚さが絶妙に書かれていた。マリコ様死んじゃったし最終回に藤様いてくれてほんとよかった。シーズン2に期待してる人は登場人物には思い入れなさそう。ここも一人絶賛してるのがいるだけであとはいまいちって感想が多いから、海外でも評価は割れるように思う。ただ、イカと同じで火付けは完璧だったし、ラスト手前で盛り上がったから、残る作品にはなったよね。それは良かった。俺は逆に、このスレには、親切じゃないドラマは嫌い、ってやつが多くて驚いたよ。このドラマは間違いなく高評価を取るよ。制作陣のインタビュー読んだ。安心の庭の瞑想シーンはもっと前のエピソードで使うために撮影してあったけど最終話に使うことに決めて顔の傷をデジタルで書き足したらしい。まだ何が起こるかはわからない時の話で、夢と現実を曖昧にしたかったようなことも言ってた。と聞いたら、うまく仕上がった最終回だと思う。よく派手に線を入れずに私的に仕上げたもんだ。マリコの死を含めマジで切腹や自己犠牲をキリスト教的な物語として外人に飲み込みやすくしてるんだな。藪重がユダ論もあながち間違いではないと思う。異国の文化を一度自分たちに身近なものに落とし込まないと消化できないんだろうな。俺は日本の切腹とかはセデックバレに近いと思ってるからこの解釈には同意しないがバカ外人の原作だから仕方ない。議定を網代に引き入れるとか、
カトリックにキリシタン大名の分裂を要請したり、暗人の大砲とか、みんな無意味に終わってるしな。虎長が、そんな先々まで見通せる超人的な頭脳の持ち主ならそもそも、前の大公からの願い通りたった一人の権力者になってればよかったのに。五大老みたいな制度にしなくても。まあ前半と後半じゃ見せ方が随分変わってね。とは思うけどね。でももともとリミテッドって聞いた時点で長いのは無理だって分かってたからどっかに焦点当ててまとめるんだろうなとは思ってたよ。それがマリコだったんだと思う。絶対に誤解する奴が出てくるから先に言っておくが、暗人がじいさんになってベッド寝てるシーンは暗人の夢であって未来じゃないからな。実際のマリコのロザリオは藤と共に海に捨てたが夢の中では暗人が持ってる。そもそも暗人はイギリスに帰らないし。冒頭、いきなり暗人らしき老人と孫らしき男の子が二人出てきてビビったなるほど。第10話は暗人の回想なのね、と思って見始めて最後まで見たけど単なる回想というわけでもなさそうだった。なんていうか、暗人が日本で過ごした日々は単なる幻だと示唆してるような感じ。まさにエピソード名通り夢の中の夢。ラストシーンの最後の最後タイトル出る直前。虎長の左手になぜかロザリオぶら下がってんのマリコのものかな？ただの数珠か？実はマリコが生きていて最後は冒頭シーンに繋がるかと思ったけどなかったから、捨てたはずの十字架を持ってる伏線がシーズンを続けるならいけるぞ。というサプライズやろな。最終回2回見たわ。1回目はあれ静かに終わっても歌って感じだったけど、2回目はなんとも言えない味わい深さがあった。結局時勢を読みピンチをチャンスに変える虎長の思惑通りに行ったという話か。長門はアホだったが結果的に役に立ち。広松はあうんの呼吸で役目を果たし。マリコは死にたがってたのもあり最重要な役目を果たし。藪重は世渡りうまくやるつもりが逆に利用され最後に視聴者への種明かし役になり、暗人は興味深いので泳がしてたが最後は気概を見せたの手駒として残し、暗人本人も虎長の打算的なところは気に食わないが最後に勝つやつなので悔しいがもうこのままついていくって感じかな。一つしくじればしという緊張感がすごいよな。絶対に地上波テレビじゃ作れない。全部見た。いろいろ言いたいこともあるが名作だと思う。シーズン2が作れる終わり方だな。面白かった、というか思ったより深いドラマだった。時間がないから、視聴者の想像という形で関ヶ原をやるアイデアも面白いと思った。誰よりも俗人で欲深い男がトラ A だったし、最後の最後でブラックソーンの、ふんわら、が食わせ者感を匂わしている出てくる人物すべて、どこまでが本心でどこまでが演技かなぞ。ってオチもいい。